こんにちは、ほしほしです。今回は大きな調度品をさらに簡単に浮かせる方法の紹介です。以前出した動画でも紹介しているのですが、これとは別でもっと簡単な方法があったのを思い出したので、追加で紹介します。一旦おさらいをします。洗濯モードを使って調度品を浮かせる場合、地形にきちんと乗せる必要があります。小さい調度品は簡単にできるのですが、大きな調度品は多くのスペースが必要となります。そこで一部の垂直移動可能な調度品バグを利用して地形に乗せていました。ただ、前回の動画でも説明しましたが、このバグは一部の建物調度品に適用されません。そこで今回紹介するやり方は、これらも簡単に浮かせることができます。しかもバグも使わずにできます。これから実際にやってみます。この稲妻の大きな城を例にします。この城はバグを使っても乗せきることができません。だから地形いっぱい使ってやるしかないのですが、これから紹介する方法はそういっためんどくさい作業は必要ないです。では最初に城と何でもいいので調度品をセット化します。選択したらセット作成を押してください。そして浮かせたい高さに垂直移動可能の地形を配置します。お城を選択した後にセット編集を押してセットを地形に載せます。その後にまた何でもいいので調度品を出します。次に城を選択後にセット編集から調度品の追加と削除の項目を選択します。そこでさっき出した調度品を追加します。この瞬間にセットのコードが地面に置かれた調度品に合わせられます。黄色のセット円が下に変わったことがわかります。セット作成をした後にまた調度品を選択、セット編集を押すとお城を浮かせることができます。いらない調度品はセットから外して収納してもそのまま浮いた状態が保てます。大きな調度品を浮かせるだけでなく、ある程度完成させた調度品を一気に浮かせることも可能です。ただし注意点として、一度浮かせると調度品をまとめて下げることは不可能です。一つ一つ下ろす操作をしないといけないので、せっかくまとめた形も一からやり直しになります。まとめて浮かせる場合は高さの設定をきちんと行った上でこのやり方を使用することがおすすめです。こんな感じで私はよく複数の小さい調度品でこのやり方を活用していたんですが、よくよく考えたら大きな調度品はこのやり方の方が楽だなと後から気づきました。そのため今回の動画で追加で紹介させていただきました。現在バグは使用せずに複数選択モードだけで作品を作る解説動画を作っているので、投稿した際はまた見てくれると嬉しいです。今回は以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。